ジャズ生活の踊りをどうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日はインクレディブルジャズギタリストウェス・モンゴメリーから学べウェスフレーズやっていきましょう。今日は2-5フレーズじゃないけどすごいフレーズです。はい、ということですごい攻撃的なフレーズでしたね。このフレーズ一体どうなってるかね、ウェス・モンゴメリーどうやって考えてるんで、この指板どうやって見たらいいんだっていうのをこれからゆっくりやっていきますので最後までお楽しみください。ということでまずこれどのキーでやってるんだって、これはね F のブルースでやっているところのこの5小節目からの B フラットのところから連続のところなんですね。なのでヨドセブン、ヨドシャープディミニッシュいって1度、ここメジャーになってるな。で D7、6度7だね。なのでここの間のところやっていきましょう。ということでコード分かりましたが、もうちょっとコードについて深くやっていきましょう。ではいきなりフレーズいくんではなくて、もうちょっとこのコード深掘りしていきましょう。これをやることによってジャズのある応用力を養います。やり方は至ってシンプルで、意識を少し持つだけです。でこちらに興味があるよって方がおりましたら、僕が以前ねアップロードしたフレーズの練習の仕方という動画で詳しくやっております。この動画では簡単に説明しながらやっていきますので、この動画が終わった後にぜひご覧ください。では応用力を養うために何をするんだと、コードを弾きます。さっきやったがね違います。コードを弾くといってもただ弾くんじゃない、コードフォームを意識するんじゃない。では何をやるんだ。コードの持ってる響き、これに耳を傾けてください。ただただ難しく考えることはありません。 B フラットマイナー、暗いな、その程度で大丈夫です。でコードが進行していきますもんで、この2度マイナーから5度7、どう音が変化したか、これをしっかり頭に入れましょう。で5度から1度ね、ドミナントモーションね、安定したなという感じで全然構いません。でこの251というコード進行の上でフレーズをやるっていうのがすごい意味があります。この2つを一緒に考えれるようになったら、他のキーに転調した時も同じようにフレーズが簡単に弾けてしまいます。フレーズばかりに意識がいってしまいますが、コードを含めたフレーズという認識でやっていきましょう。フレーズばかりに意識がいってまいりますが、コードを含めたフレーズということで意識してやっていこまい。ということでちょっと余分にやりましたが、こんな感じでねコンピング楽しんでやってみてください。でまだコンピング難しいよって方がお見えになりましたら、ぜひね四つ切りで楽しんでください。ということで大変お待たせしました。それではフレーズの解説やっていきましょう。でこちらちらっと見えているフレーズを練習する大事な3つのポイントございますね。この中でスケールございますね。スケールって何に使うんだと。はい、基本的にモードスケール中心にやっていきます。でモードスケールなんだそれはと、まだようわからんよって方がお見えになりましたらですね、ぜひ僕が以前アップロードしたモードスケールについての動画ございますので、そちら参考にしてみてください。この動画ではねもちろん簡単にやっていきます。でまず1つ目、コードポジションございますね。でギターって同じ音が違う弦になって、ね、ちょっと和やですけれども、でどうやって決めるんだと。大体ですねギタリストの場合この6弦と5弦ね、この辺り慣れてると思います。フレーズにもよるんですけども、今日はここでやりましょう。そうするとこの辺りで弾きますよっていう目安がまずできますね。でその上でコードトーンやっていきます。 B フラット7のコードトーン135713571になります。ではスケール B フラットのミクソリディアンやっていきましょう。123456712345671となってきます。ということで3つ揃いましたのでやっていきましょう。最初も16分で連続ですね。といきます。なので B フラット7のメジャーサードを中心に4度で、サードいって、ナイス2度いってる感じだね。ウェス・モンゴメリこういう連続でするの結構やるので覚えておくといいでしょうね。こういうのやるのでね、これの B フラット7ヨドセブンスでやってるバージョンだ。
でこの後といきます。セブンスいって5度ですね。という感じで一回落ち着くと。で次 B ディミニッシュね、半音上のディミニッシュだ。という感じだね。半音全音で半音ここねで全音半音という感じで繰り返してディミニッシュスケールですね。だけども意外とここ普通に見てるんだな。ディミニッシュスケールじゃないのは分かりますね。では B フラットからとりあえず見ていきましょうか。5度6度メジャーセブンス入っちゃってるよ。でこれは1度だね。でナインスフラット、サードだね。なんだこれはと。じゃあディミニッシュここメジャーセブン入んないね。おかしいなと。でここメジャーセブンよくわかんないね。これをですねオクターブ上でとりあえず弾いてみましょう。はいこうなります。あれなんかそれっぽいねと。今何をやったのかというとでこれ F7 C7 やって戻った感じですね。それか別にね C7 一発で F に戻るようなフレーズを弾いてると思われます。という感じだね。でここでなんで C が出てくるかというと譜面上はディミニッシュと書いてますがこれをですね実はヨドマイナと解釈することもあるんですねブルースの中で。という感じで解釈することもあります。そうするとね自然でしょ。なので実はここマイナーサブドミナントマイナーとして考えている可能性が高いという感じです。なのでこういうアプローチもあったんだなということが分かります。みたいな感じで使えますね。では今度次 F メジャー7 1度ですね。ではここのポジション見ていきましょう。はいでコードトーン135713571を見ていきます。でメジャースケールアイオニアスケールですね。はいという感じで見ておきます。この辺しか見ないんですけどもやっていきましょう。ここまでですね。とメジャーサードで解決しているのですごいね戻った感じがありますね。で戻って反拍休んで3度いって5度で2度メジャーサード1度で3度5度意外とコードトーンばっかりですね。これ以外コードトーンだ。はいだけども前がちょっと複雑だったので意外と複雑に聞こえますよね。で次 D7 6度7ですね。ここのポジション見ていきましょう。でコードトーン135713571となってます。でですね王道のパターンだとここで HP5 ハーモニックマイナーパーフェクト、ビローフィフスですね。 HP5 です。何かというと完全5度下のハーモニックマイナースケールを弾きなさいというだけなんですね。それをここから D からねここからいくよ。ほらでしょ。なので1度フラットナインス、メジャーサード4度5度フラット6度7度1度フラットナインスメジャーサード4度5度フラット6度7度1度という感じです。めんどくさいね。なので基本的に僕はもうコードトーンしか見てないです。であとはどちらかというとここ F
あるよねのミクソリディアンね、戻ってここ半音下見るとちょうどねここの D7 のものになります、音になります。でミクソリディアンにすることによってここがフラットナイスになるのでちょうどいいよね。なのでそういう形で見てます。両方見てる感じだね。ではフレーズ見ていきましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4になりますね。ではフレーズ見ていきましょう。ここがなんとも不思議なところです。はい、何でしょう。とりあえず D7 から見ていきましょう。そうすると、はい、フラット13度ですね。セブンスいって、またメジャーセブンス出てきてよ。で、フラット13度いって、で、フラットサードいって、フラットナイスいって、メジャーセブンスいって、セブンス。なんでしょう。D と一緒に弾いてみよう。ね。ね、違和感あるよね。はい。ここでですね、彼は、裏コードを使ってます。ここでも使うんだという感じですね。ではまず D の裏いきましょう。A フラットセブンスですね。ここから2度マイナー、2、5化していきましょう。そうすると E フラットマイナー7と A フラット7見えてきます。ではまずコードと見ておきましょう。で、E フラットね、マイナーのコードと見ておきます。1、マイナー3、5、7、1、マイナー3、5、7、1になりますね。で、ドリアンも見ておきましょう。1、2、マイナー3、4、5、6、7、1、2、マイナー3、4度、5、6、7、1になります。で、A フラット7、ここもコードトーン。1、3、5、7、1、3、5。ここ見ておきましょう。で、ミクソリティアン。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5。ね、見ておきます。E フラットマイナーから見ると、5度から始まって、6度いって、7度いって、5度。ナインスいって、1度。で、7、6度になるね。では、こっち。A フラット7から見ておきましょう。ナインス、メジャーサード、4度、ナインス、6度、5、4、3という感じですね。まあどちらから見てもいいと思います。で、裏コードで見ると意外と違和感だよね。で、表の、D7 で見るとなんかすごいサウンドになってしまいますが、それが理由だったんですね。なので、という感じで、もう D7 経由してない、いきなり裏に行く感じですね。で、最後はと来てるので、2、5じゃなくて、ここセブンス G7 スにして彼はアドリブしてるんですね、多分このブルースは。という解釈が見えました。なので今回の場合は2-5フレーズというよりもブルースの、解説に近いような感じがしますが、僕このフレーズすごい好きなので、ぜひともねやってください。で、ここの D7 だけ取り上げても何のこっちゃってなるので、ここの B フラット7から続けてやりました。なのでおまけでサブドミナントマイナー使ってるんだなっていうのも見えましたね。この画期的な譜面台のおかげで日々の音楽活動の譜面台のストレスも終わりで、皆さんこれ何がすごいんだって、でこれ片付けセッティングがどえらい簡単にできます。なので音楽活動で譜面台を使う、もうできちゃった。でこれただの爆速折りたたみ譜面台じゃなくて、付属品を譜面台に取り付けることが可能です。携帯電話だけじゃなくてホルダーを拡張することで iPad も挟むことができちゃいます。大きい譜面もクリップで挟めるのでページがめくれない。主に iPad で見る方はこういう携帯もできる。小物も実はここに置けたりしちゃいます。あとは GoPro や DJI のカメラにも使えると。でもちろん片付けも爆速。
はい、おしまい。多機能で無駄がないので演奏に集中ができる。専用バッグもドライおしゃれ。私レイダイケの URL から購入していただくと特典割引あり。 URL スキャン、概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひぜひこちらこの機会に購入ください。はい、ということでまだここで終わらんといてちょ、なんでだと。はい、まだ一つのポジションでしかやっとらんがね。だもんで他のポジションでもやってこまい。という感じでできましたね。4箇所なんとかね。で最後これね、こっちに行くパターンね。そうするとつなげられるんだけども、最初のそうじゃなくて差別化するためにあえてオクターブ上行きました。そうするとこっちに行くね。という感じでこっちに広げられるので、ね、気分によって下に行ったり上に行ったり、ね、使い分けれますね。そうするとだんだん芝広く見えてきましたね。でもまだ終わってはいけません。はい、違うキーで今度やっていきましょう。どこでもいいです。自分の好きなキー嫌いなキーどこでもいいですけど、必ず一つ違うキーでやりましょう。という感じでできました。今は C のブルースを想定してね、やってみました。ね、C に戻ると意外と物事フラットに見えるのでおすすめのキーとなっております。という感じで最後にですね、私レイダイケがちょっと適当にもうブルースね、これ2-5フレーズと違うのでブルース丸々2回弾いて、最後の方でこのウェス・モンゴメリーのフレーズ当てはめてみますので、ちょっと見てみてください。はい、いかがでしょうか。こんな感じで自分のフレーズを使ってウェス・モンゴメリのフレーズを当てはめながら練習してみてください。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターレイフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄内から書き込んでいただければ大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたらですね、コメント欄にチャーシュートだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということでチャーシューは家で作る私レイダーですけどもFacebook や Twitter、Instagram などですね、どれや低頻度で更新しておりますので、そちらの方ですねフォローしていただきつつ、皆さんなんか書き後、コメント欄で私レイダーをちょっといじってみてはいかがでしょうか。ということで日頃から皆様いつも温かい応援大変ありがとうございます。おかげさまで、1万人登録者達成することができましたので、これに懲りずですね、最後に私レイダーにスーパーサンクスなどをしていただけるとですね、私レイダーのテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。